が起こって印や奇跡を示し、あなたに告げるその印や奇跡が実現して、あなたがこれまで知らなかった他の神々に我々は従い使おうと言っても、あなたはその預言者または夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神、主はあなた方が心を尽くし、精神を尽くして、あなた方の神、主を愛すが、どうか主導と、このようにあなた方を試みられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、彼を恐れ、その戒めを守り、その言葉に聞き従い、彼に仕え、彼に付き従わなければならない。その預言者または夢見る者を殺さなければならない。あなたをエジプトの国から導き出し、奴隷の家からあがなわれたあなた方の神、主にあなた方が背かせ、あなたの神、主が歩めと命じられた道を離れさせようとして語るゆえである。こうしてあなた方のうちから悪を除き去らなければならない。同じ母に生まれたあなたの兄弟、またあなたの息子、娘、またはあなたの懐の妻、またあなたと親命と共にする友が、密かに誘って我々は言って、他の神々に仕えようと言うかもしれない。これはあなたも先祖たちも知らなかった神々、すなわち地のこの果てから地のかの果てまで、あるいは近く、あるいは遠く、あなたの周囲にある民の神々である。しかし、あなたはその人に従ってはならない。その人の言うことを聞いてはならない。その人を憐れんではならない。その人を惜しんではならない。その人をかばってはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すには、あなたがまず彼に手を下し、その後、民が皆手を下さなければならない。彼はエジプトの国、奴隷の家からあなたを導き出されたあなたの神、主からあなたを離れさせようとしたのであるから、あなたは意志を持って彼を撃ち殺さなければならない。そうすれば、イスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪いことをあなた方のうちに行わないであろう。あなたの神、主があなたに与えて住まわせる町の一つで、汚しまな人々があなた方のうちに起こって、あなた方の知らなかった他の神々に我々は言って使おうと言って、その町に住む人々を誘惑したことを聞くならば、あなたはそれを尋ね、探り、よく問い出さなければならない。そしてそのような憎むべきことがあなた方のうちに行われたことが真実で確かならば、あなたは必ずその町に住む者を剣の刃でかけて殺し、その町とそのうちによるすべてのもの及び家畜を剣の刃にかけて、ことごとく滅ぼさなければならない。また、そのすべての分取り物は町の広場の中央に集め、火を持ってその町とすべての分取り物とことごとく焼いて、あなたの神、主に捧げなければならない。これは長くあらずがとなって再び立て直さないであろう。その呪われたものは一つもあなたの手に留めておいてはならない。主は激しい怒りをやめ、あなたに慈悲を施してあなたを憐れみ、先祖たちに誓ったように、あなたの数を多くされるためである。あなたの神、主の言葉に聞き従い、私が今日命じるすべての戒めを守り、あなたの神、主が正しいと見られることを行うならば、このようになるであろう。あなた方はあなた方の神、主の子供である。死んだ人のために自分の身を傷ついてはならない。また遺体の神を沿ってはならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで、自分の宝の民とされた。忌むべきものはどんなものでも食べてはならない。あなたの食べることができる獣は次の通りである。すなわち牛、羊、ヤギ、オジカ、カモシカ、小鹿、野ヤギ、クジカ、オオジカ、ノイツジなど、獣のうちすべてひずめの分かれたもの、ひずめが二つに切れたもので、反数するものは食べることができる。ただし、反数するものとひずめが分かれたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、ノウサギ、
および死の岩たぬき、これらは反数するけれども、ひづめが分かれていないから汚れたのである。また豚はこれはひづめが分かれているけれども、反数しないから汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体に触れてはならない。水の中にいるすべてのもののうち、次のものは食べることができる。すなわち、すべてヒレと鱗のあるものは食べることができる。すべてヒレと鱗のないものは食べてはならない。これは汚れたのである。すべて清い鳥を食べることができる。ただし、次のものは食べてはならない。すなわち、ハゲワシ、ヒゲワシ、ミサゴ、黒トビ、ハヤブサ、トビの類、各種のカラスの際、ダチョウ、ヨダカ、カモメ、タカナの類、フクロウ、ミミズク、紫バ、ペリカン、ハゲタカ、ホウの鳥、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、またすべての歯があって、歯をものは汚れたものである。それを食べてはならない。すべて翼のある清いものは食べることができる。すべて自然に死んだものは食べてはならない。町のうちによる気流の他国人にそれを与えて食べさせることができる。またそれを外国人に言ってもよい。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。子ヤギをその母の血で煮てはならない。あなたは毎年畑に種をまいているすべての産物の10分の1を必ず取り分けなければならない。そしてあなたの神、主の前、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で穀物とブドウ酒と油との10分の1と牛羊のウイゴを食べ、こうして常にあなたの神、主を恐れることを学ばなければならない。ただし、その道があまりに遠く、あなた方の神、主がその名を置くために選ばれる場所が非常に遠く離れていて、あなたの神、主があなたを恵まれるとき、それを助けていくことができないならば、あなたはそのものを金に変え、その金を包んで手に取り、あなたの神、主が選ばれる場所に行き、その金をすべてあなたの好むものに変えなければならない。すなわち、牛、羊、ブドウ酒、濃い酒、すべてあなたの欲するものに与え、そのところにあなたの神、主の前でそれを食べ、家族と共に楽しまなければならない。町のうちによるレビ人を拾って捨ててはならない。あなた方のうちに、分がなく、資料を持たないものだからである。3年の終わりごとに、その年の産物の10分の1をことごとく持ち出して、町のうちに蓄え、あなた方のうちに、分け前がなく、資料を持たないレビ人、および町のうちにおる気流の他国人と孤児とカフトを呼んで、これを食べさせ、満足させなければならない。そうすれば、あなたの神、主が、あなたが手で行うすべてのことにあなたを祝福されるであろう。あなた方は7年の終わりごとに許しを行わなければならない。その許しの仕方は次の通りである。すべてその隣人に貸した貸主はそれを許さなければならない。また隣人または兄弟にそれを督促してはならない。その許しが触れ示されたからである。外国人にはそれを督促することはできるが、あなたの兄弟に貸したものは許さなければならない。しかし、あなた方のうちに貧しいものはなくなるであろう。あなたの神、主が資料として与えられる地、あなたを祝福されるからである。ただあなたの神、主の言葉に聞き従って私が今日はあなたに命じる、この戒め、ことごとく守り行うとき、そのようになるであろう。あなたの神、主は約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国人に貸すようになり、借りることはないであろう。またあなたは多くの国人を治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。あなたの神、主は賜るうちで、もしあなたの兄弟で貧しい者が一人でも町のうちにおるならば、その貧しい兄弟に向かって、心を堅くなにしてはならない。また手を閉じてはならない。必ず彼に手を開いて、その必要とするものを貸し与え、乏しいものを補わなければならない。あなたは心に邪悪を起こし、第7年の許しの年が近づいたと言って、貧しい兄弟に対し、物を惜しんで何も与えないとのことのないように慎まなければならない。その人があなたを主に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。あなたは心から彼らに与えなければならない。彼に与えるときは惜しんではならない。あなたの神、主はこのことのためにあなたをすべての使用を手のすべての働きにおいて、祝福されるからである。
貧しい者はいつまでも国のうちに耐えることがないから私は命じて、あなたは必ず国のうちにいるあなたの兄弟の乏しい者と貧しい者に、手を開かなければならない。Yes. もしあなたの兄弟であるヘブルの男、またヘブルの女があなたのところに売られてきて、6年使えたならば、第7年には彼に自由を与えて去らせなければならない。彼に自由を与えて去らせるときは、空手で去らせてはならない。群れと内場と酒舟のうちから取って惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの神、主があなたを恵まれたように彼に与えなければならない。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主があなたをあがない出されたことを記憶しなければならない。このゆえに私は今日、このことを命じる。しかし、その人があなたとあなたの家族を愛し、あなたと一緒にいることを望み、私はあなたを離れ去りたくありませんと言うならば、あなたは霧を取って彼の耳を戸に刺さなければならない。そうすれば彼はいつまでもあなたの奴隷となるであろう。女奴隷にもそうしなければならない。彼に自由を与えて去らせるときには、心よく去らせなければならない。彼が6年間、賃金を取る雇い人の2倍、あなたに扱えて働いたからである。あなたがそうするならば、あなたの神、主はあなたが行うすべてのことにあなたを祝福されるであろう。牛、羊の産むオスのウイゴは皆あなたの神、主に性別しなければならない。牛のウイゴを用いて何の仕事をもしてはならない。また、羊のウイゴの毛を切ってはならない。あなたの神、主が選ばれるところで、主の前にあなたは家族と共に年ごとにそれを食べてはならない。しかしその獣がもし傷のあるもの、すなわち養えないまたは盲目などすべての悪い傷のあるものであるときは、あなたの神、主にそれを犠牲として捧げなければならない。町のうちでそれを食べなければならない。汚れた人も清い人もカモシカやオジカと同様にそれを食べることはできる。ただしその血は食べてはならない。水ように血に注がなければならない。あなたはアビブの月を守って、あなたの神、主のために水越の祭りを行わなければならない。アビブの月にあなたの神、主が夜の間にあなたをエジプトから導き出されたからである。主がその名を置くために選ばれる場所で、羊または牛をあなたの神、主に水越の犠牲として放たなければならない。種入れたパンをそれと共に食べてはならない。7日の間、種入れぬパン、すなわち、悩みのパンをそれと共に食べなければならない。あなたがエジプトの国から出るとき、急いで出たからである。こうして世に生き長られる日の間、エジプトの国から出てきた日を常に覚えなければならない。そう7日の間、国のうちどこにもパン種があってはならない。また、初めの日の夕暮れに、おふるものの肉、翌朝まで残しておいてはならない。あなたの神、主が賜る町のうちで、水越の犠牲をほふってはならない。ただあなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所で、夕暮れの日にいること、あなたがエジプトから出た地獄、水越の犠牲をほふらなければならない。そしてあなたの神、主が選ばれる場所で、それを焼いて食べ、朝になって天幕に帰らなければならない。6日の間、種入れのパンを食べ、7日目にあなたの神、主のために聖会を開かなければならない。何の仕事もしてはならない。また7週間数えなければならない。すなわち穀物に鎌を入れ始めるときから7週間を教え始めなければならない。そしてあなたの神、主のために7週の祭りを行い、あなたの神、主は賜る祝福に従って力に応じ、自発の供え物を捧げなければならない。こうしてあなたは息子、娘、しもべ、果たしめを呼び、町のうちによるレビ人、並び、あなた方のうちによる、気流の他国人と孤児とカフと共に、あなたの神、主はその名を置くために選ばれる場所で、あなたの神、主の前に喜び楽しまなければならない。あなたはかつてエジプトで奴隷であったことを覚え、
これらを定めを守り行わなければならない。内場と酒舟から取り入れをしたとき、7日の間、仮色の祭りを行わなければならない。その祭りの時には、あなたは息子、娘、しもべ、果たしめを呼び、町のうちによるレビ人、桐生の他国に、孤児、カフと共に喜び楽しまなければならない。主は選ばれる場所で、7日の間、あなたの神、主のために祭りを行わなければならない。あなたの神、主はすべての産物と、手のすべての技とにおいて、あなたを祝福されるから、あなたは大いに喜び楽しまなければならない。あなたのうちの男子は皆、あなたの神、主は選ばれる場所で、年に3度、すなわち種入れぬパンの祭りと7種の祭りと仮色の祭りに、主の前に出なければならない。ただし、空手で主の前に出てはならない。あなたの神、主は賜る祝福に従い、おのおの力に応じて捧げ物をしなければならない。あなたの神、主は賜るすべての町々のうちに、部族に従って、裁き人、司人を立てなければならない。こうして彼らは正しい裁きを持って民を裁かなければならない。あなたは裁きを曲げてはならない。人を偏り見てはならない。また賄賂を取ってはならない。賄賂は賢い者の目をくらまし、正しい者の事件を曲げようからである。ただ抗議のみ求めなければならない。そうすればあなたは生きながられ、あなたの神、主は賜る地を所有するに至るであろう。あなたの神、主のために築く祭壇の傍らに、明の木造を建ててはならない。またあなたの神、主は憎まれる明日を建ててはならない。主なる神。Ye are children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes of the dead. For thou art a holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Thou shalt not eat any abominable thing. These are the beasts which ye shall eat, the ox, the sheep, and the goat, the hart, the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pygarg, and the wild ox, and the chamois, and every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, ye shall eat. Nevertheless, these ye shall not eat of them that chew the cud, or of them that divide the cloven hoof, as the camel, and the hare, and the convoy, and for they chew the cud, but divide not the hoof, therefore they are unclean unto you. And the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you. Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass. These ye shall eat of all that are in the waters, and all that have fins and scales shall ye eat. And whatsoever hath not fins and scales ye may not eat, it is unclean unto you. Of all clean birds ye shall eat. But these are they of which ye shall not eat: the eagle, the ostrich, the osprey, and the glade, and the kite, and the vulture after his kind, and every raven after his kind, and the owl, and the night hawk, the cuckoo, the hawk after his kind, little owl, the great owl, and the swan, the pelican, and the grier eagle, the cormorant, the stork, the heron after his kind, the lopping, and the bat. And every creeping thing that flieth is unclean unto you; they shall not be eaten. But of all the clean fowls ye may eat. Ye shall not eat any of anything that dieth of itself. Thou shalt give it unto the stranger that is in thy gates, that he may eat it, or thou mayest sell it unto an alien, for thou art holy people unto the Lord thy God. Thou shalt not seize the kid in his mother's milk. Thou shalt truly tithe all the increase of thy seed, that the field bringeth forth by ear. And thou shalt eat before the Lord thy God in the place which he shall choose to place his name there. The tithe of thy corn, of thy wine, of thy oil, the firstlings of thy herds and of thy flocks, thou mayest learn to fear the Lord thy God always. And if the way be too long for thee, so that thou art not able to carry it, or of the place to be too far from thee, which the Lord thy God shall choose to set his name there, when the Lord thy God hath blessed thee, then thou shalt turn into money, and bind up the money in thine hand, and thou shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose. And thou shalt bestow the money for whatsoever thy soul lusteth after, for oxen, for sheep, or for wine, or for strong drink, or whatsoever thy soul desireth. Thou shalt eat there before the Lord thy God, and thou shalt rejoice, thou and thine household, and the Levite that is within thy gates. Thou shalt not forsake him, for he hath no part nor inheritance with thee.
At the end of 3 years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase, the same year, and shall lay up within thy gates. And the Levite, because he hath no part nor inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and be satisfied, and the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest. At the end of 7 years thou shalt make a release, and this is the manner of release. Every creditor that lendeth aught unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is thine with thy brother thine hand shall release. Save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land which the Lord thy God give thee for an inheritance, possess it. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all these commands which I command thee this day. For the Lord blesseth thee, as he promised thee, and thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow. But thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. If there be among you poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land, which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother. Thou shalt open thine hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, the 7th year of the release, it is at hand. And thine eye be evil against the poor brother, thou givest him not, and he cry unto the Lord against thee, and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, thou shalt open thine hand wide unto thy brother, and to the poor, and to the needy in the land. And if thy brother, a Hebrew man or a Hebrew woman, be sold unto thee, and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of thy floor, and out of thy winepress, of that wherewith the Lord thy God has blessed thee thou shalt give unto him. And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Therefore I command thee this thing today. And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee, because he loveth thee and thine house, because he is well with thee, then thou shalt take an awl, and thrust it through his ear unto the door, and he shall be thy servant forever. And also unto thy maidservant thou shalt do likewise. It shall not seem hard unto thee when thou sendest him away free from thee, for he hath been worth a double hired servant unto thee, serving 6 years, and the Lord thy God shall bless thee in all that thou doest. And the firstling males that come of thy herd and of thy flock thou shalt sanctify unto the Lord thy God. Thou shalt do no work with the firstling of thy bullock, nor spare the firstling of thy sheep. Thou shalt eat it before the Lord thy God year by year in the place which the Lord shall choose, thou and thy household. And if there be any blemish therein, as if it be lame, blind, or have any ill blemish, thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God. Thou shalt eat it within thy gates. The unclean and the clean person shall eat it alike as the roebuck and the hart. Only thou shalt not eat the blood thereof. Thou shalt pour it upon the ground as water. Observe the month of Abib, and keep the Passover unto the Lord thy God, for in the month of Abib the Lord thy God brought thee forth out of Egypt by night. Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock of the herd, in the place which the Lord shall choose to place his name there. Thou shalt eat no unleavened bread with it. 7 days thou shalt eat unleavened bread therewith, even the bread of affliction, for thou camest forth out of the land of Egypt in haste. Thou mayst remember the day when thou camest forth out of the land of Egypt, all the days of thy life. And there shall be no unleavened bread with thee in all thy coast 7 days, neither shall there anything of the flesh which thou sacrificest the first day at even remain all night until the morning. Thou mayst not sacrifice the Passover within thy gates, which the Lord thy God giveth thee, but the place which the Lord thy God shall choose to place his name in, there thou shalt sacrifice the Passover at even, and at the going down of the sun, as the season that thou camest forth out of Egypt, and thou shalt roast and eat it in the place which the Lord thy God shall choose. And thou shalt turn the tents in the morning, and go into thy tents.
6 days thou shalt eat unleavened bread, and on the 7th day shall be a solemn assembly to the Lord thy God. Thou shalt do no work therein. 7 weeks shalt thou number unto thee. Begin to number 7 weeks from such time as thou beginnest to put the sickle to the corn. And thou shalt keep the feast of weeks unto the Lord thy God with the tribute of a freewill offering of thine hand, which thou shalt give unto the Lord thy God, according as the Lord thy God hath blessed thee. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son and thy daughter and thy manservant, thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger and the fatherless and the widow that are among you, in the place which the Lord thy God hath chosen to place his name there. Thou shalt remember, and thou wast a bondman in Egypt, and thou shalt observe and do these statutes. Thou shalt observe the feast of tabernacles 7 days after that thou hast gathered in thy corn and thy wine, and thou shalt rejoice in thy feast, thou and thy son and thy daughter, and thy manservant and thy maidservant, and the Levite, the stranger, the fatherless, the widow that are within thy gates. 7 days shalt thou keep a solemn feast unto the Lord thy God, in the place which the Lord shall choose, because the Lord thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands. Therefore thou shalt surely rejoice. 3 times a year shall all thy males appear before the Lord thy God in a place which he shall choose, in a feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Thou shalt not wrest judgment. Thou shalt not respect persons, neither take a gift, for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous. That which is altogether just shall follow, that thou mayest live and inherit the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not plant thee a grove of any trees near unto the altar of the Lord thy God, which thou shalt make thee. Neither shalt thou set thee up any image which the Lord thy God hateth. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock, sheep, wherein is blemish and evil flavoredness, for that is abomination unto the Lord thy God. If there be any among you with any of thy gates which the Lord thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the Lord thy God, in transgressing his covenant, and hath gone and served other gods and worshipped them, either sun or moon or any of the host of heaven, which I have not commanded, and if it be told thee, and thou hast heard it, and inquired diligently, and behold, it be true, and the certain thing that such abomination is wrought in Israel, then thou shalt bring forth that man or that woman which have committed that wicked thing unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones till they die. At the mouth of two witness or 3 witness, he that is worthy of death be put to death. But at the mouth of 1 witness he shall not be put to death. And the hands of the witness shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hands of all the people. So thou shalt put the evil away from among you. If there arise a matter too hard for there to be in judgment, between the blood and blood, between plea and plea, between stroke and stroke, being matters of controversy within thy gates, then shalt thou arise, and get thee up into the place which the Lord thy God shall choose, and shall come unto the priest and the Levites, and unto the judge that shall be in those days, and inquire, and they shall show thee the sentence of judgment. Thou shalt do according to the sentence of which they of the place which the Lord shall choose shall show thee, and thou shalt observe to do according to all that they inform thee, according to the sentence of the law which they shall teach thee, and according to the judgment which they shall teach thee, thou shalt do. Thou shalt not decline from the sentence which they shall show thee, the right hand nor to the left. The man that will do presumptuously, and will not hearken unto a priest that standeth to minister before the Lord thy God, or unto a judge, even the man shall die. And thou shalt put away evil from Israel, and all the people shall hear and fear, and do no more presumptuously. Then, when thou art come unto the land which the Lord thy God giveth thee, and shall possess it, and shall dwell therein, and shall say, I will set a king over me, like as the nations that are about me. Thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose, one from among thy brethren shalt thou king set over thee. Thou mayest not set a stranger over thee, which is not thy brother. He shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to Egypt, to end that he shall multiply horses, for as much as the Lord hath said unto you, ye shall henceforth return no more that way. Neither shall he multiply wives to himself.
that his heart turn not away, neither shall he greatly multiply himself silver and gold. And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall write in him a copy of this law in a book out of that which is before the priests and the Levites. And it shall be with him, and he shall read therein the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of this law and these statutes and do them, that his heart may not be lifted up in his brethren, that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, and to the end he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel.